ことで皆さんこんにちは。今日は「Get Ready with Me」を撮っていこうと思います。と言いましても今もうオフィスなんですけど、とりあえず会社でメイクをしていきたいと思います。いいよ喋って。下ネタ以外だったら下地を塗っていきますと静かになっちゃうよね。気持ちわかる。私も静かになっちゃう。いつも会社来たら自分のデスクでメイクするんだけど、今日はYouTube ということもありましてカフェスペースでメイクをお送りさせていただいてます。やばい、すごい顔が、目がマジでアイテープつけたけどアイテープの意味をなしてない。外してもこれなんだけど、エスポアの20番バニラエスポア B グローボリュームクッションを使っていこうと思います。お初。おお、あ、いい匂い。ファンデーション塗るとさ、当たり前なんだけどさ、ちゃんと伸ばさないとさ、一部白くて一部黒くなるじゃん。なんかファンデーション塗らない生活に慣れてるとさ、結構大変じゃない？この塗ってないとこと塗ってるところの差をあれするのが、そう、埋め尽くすのが結構大変。ツヤっぽいよね。でセレブの粉で、ちなみにカラコンは今日ピョナちゃんのラナーヘーゼルで、シェーディングがロムアと。もう最近カラコンも何でも良くなってきたな。とりあえず目に光が入れば、黒くなければ。黒っぽいのはダメみたい。やっぱりピョナちゃん以外のだともう耳ブラウンしかリピートで買ってないから、他のを最近あんま試してないかもしれない。リピートしたやつをさ Amazon で買うのはいいんだけどさ、使ったことないやつとかさ、父さ会員登録毎回してさ、なんかわかる、あの流れ結構だるくない？セレブとかもさ、もちろん自社ウェブで買ってもらいたいんだけど Amazon に出しちゃったから Amazon で買った方が楽じゃん。それすっごいわかる。でもお願いだからセレブで買ったみたいな久々にこれ使っていこうよと思います。こちら久々に引っ張り出したっていうか、家にたまたま段ボールの目の前に私が見つけた、目の前に目線の先にすぐあった。あったじゃんと思って。たっちゃん面白いこと言ってみてもう復唱してる時点で面白くないもんここ塗ります。でメルカリってなんかさ、ツイッターで炎上してなかった？あれ何なの？ペットボトルだ。 iPhone を買ったら返品するって言われて、届いたら違って商品が、そういうのも結構ある。メルカリ使ったことある？私もないんだよね。メルカリもなんか登録だるくない？きっとそのやり取りあるでしょ絶対。私レス返せないからメールも嫌いだし LINE も嫌いだし。これわかる？ユーピンクっていう柏木由紀さんの01番チーク、グローチークみたいな。爪がないからマジで塗りやすい。マジで何にもいけてない。今ネイルもいけてないし、美容室もいけないし、本当に今日とかマジで何にも気づかなかったもん。本当に申し訳ないけど、胸を張って言えることではないんですけど、最近多分本当体おかしくって、土日のどっちか絶対寝てないのよ。会議があるから脳がさ、多分きっと錯覚して昼間は眠くないんだけど、で興奮状態だからベッドに寝るまでは寝つきは悪いの。で2時ぐらいまでは全然ピンピンしてるというか、逆に目冴えちゃってるんだけど、そこから多分サーンって途切れて、で朝多分もう何も聞こえない。なんか旦那さんのお仕事お世話になってる人、なんかその私のその生活をね、その旦那さんがお話ししてて、何を話したのか分かんないんだけど、あまりにも朝も早いし夜も不規則で遅かったり、1週間に1回寝なかったりとかして、年齢がもう33歳になるのにそんなことしてて、でご飯とかも良くないけど、平日忙しくて食べれないから朝も食べない、昼も食べない、夜ヨーグルトとか、1日通してヨーグルト1個だけしか食べれない時とかで、土日は食べてるんだけど、あまりにも不規則だから、そのままだと病気だけだったらいいけど、まだしもなんか子供が欲しいって思った時に子供ができにくくなるよみたいな、すごい言われたから、本当に気をつけた方がいいよみたいな。結構現代の人でそういう生活習慣病が結構大きくって子供ができにくい、じゃあ来年欲しいですって思っても結構できにくいみたいな、不妊治療みたいな人が多いみたいなのをめっちゃ言われたけど、それは私もなんとなく思ってたの。今欲しいなって思うタイミングにはきっとできないだろうなみたいな。健康には気を使ってるけどさ、健康ではないじゃん。分かる。これも新しいエスポアのシェーディング。これ耳ブラウンよりもね、なんかブラウンしにます。なんだっけ、アイム耳よりシャバシャバしない。耳ブラウン引っ張られすぎている私今。記憶喪失。健康そうでマジで健康じゃないのよ。でもなんかなんとかなっちゃってるから余計なんか怖いよね。気をつけないと自分で。健康になりたい。本当に健康に見えないですよ今。見えないの。しっかりされてるから。そう、しっかりされてる。しっかりしちゃってるから体力あるのよね、食べてなくて。よく食べてないのになんでそんな体力あるんですかって言われるんだけど、知らない。それは分かんない私も。でも慣れじゃないみたいな。傍から見てさ、私結構多分普通よりも稼働してるというか肉体労働だと思うんだけど、韓国アイドルのよくドキュメンタリーみたいなのを見たりとかすると、結構無理かもみたいな、あれは無理かもみたいな。だって毎日3時間ぐらいしか寝ないみたいな感じよ。
ジニもなんか言ってたよね。なんか活動中は2日に1回しか寝れてなかったですみたいな言ってた。しかも踊るじゃんあの人たち。私踊んないからさ別にノーダンスノーライフだから別に大丈夫だけど、あれやれって言われても無理かもって思うけど、でも多分やってる側は多分日常生活になったら平気なのかもね。なんか世界中のさママとかもさ、寝るっつってもさ夜泣きとかまあダン君は夜泣きしないか。けどさ夜泣きとかでさ寝れないとかあるでしょ普通に。マリちゃんは平気？マジ平気です。マリちゃん会ってる最近？マジ会ってないんですよね。なんか最近遊んでないイメージ。遊んでないです。マリちゃんちょっとスケジュールをせるの大変で。マリちゃん YouTube 見てる？見てますよ。さきちゃんって言います。歯変わったよマリア初めての3呼びがさきさんです私指定関係結んだ。地元一緒の先輩。そうだよ、はい、同郷だから。同郷とは仲良くしないとね。相模原も帰ってないな全然。一生帰ってないな。最後に帰ったのは相模原には帰ってないけど、おじいちゃん家にまあ一応毎年帰ってるか。相模原ではないけどなんか地元の駅とか作ると気まずい。地元の駅着くじゃん。たまに決めた格好とかでいると浮かない？ここの区域にはいなさそうみたいなわかる？私矢部って駅なのね。橋本相模原矢部があるの。矢部と相模原両方最寄りなんだけど、マジドクターコトーの世界みたいなぐらい結構過疎化してるところで、そことかでなんかサングラスとか普通につけてさ、朝さ出勤してる時みたいにサングラスかけてなんか一人だけなんかスパイの人いるみたいな。変だよね。なんか今日新しいもの尽くし。新しくないけど全部で、これ1年前ぐらい買ったよ使っていかなきゃなと思って。ちなみに矢部は使っていいんですか？矢部使っていいよ。知ってる？矢部わかんないです。矢部わかんないか。横浜線。タチはなんていう最寄り駅の名前？地元？うん。日立。ああ、それは有名だからつまんない。他ないです日立です。だって有名じゃない日立って。なんか有名になったのよあんたのおかげじゃない。ブリンブリンじゃないのか。めちゃくちゃブリンブリンです。なんかちょっとプニってするんだよねこれ。筆でつけるより手で叩いた方が良いか。なんかぽってり顔だ今日。仙台の魅力語ってみて。仙台の魅力はたくさんありますよ。はい、牛タン美味しいです。利休まだほやゆ楓に出会ってから知った。なんか一回楓とあれホヤ食べに行ったんだけど、サンナッチだ。韓国料理の中でもサンナッチとかなんかああいう海鮮系食べないの。目の前に広がるご飯が何一つ本当申し訳ないけど美味しそうでなさすぎて、その中でも最もまずそうなホヤっていうものを食べてらっしゃって、私海鮮は本当ちょっとノーなんだよな。海鮮は体にいいよねきっと。私お寿司屋さん行ってもお寿司のさなんかネタしょうもないやつしか食べなくない？結構安い女だよね。一番びっくりしたのは、さきさんとお寿司屋さん行った時に、バスクチーズケーキ2個食べてたところでそれだけ寿司屋なのにバスクチーズケーキ2個頼んで終わりなんだよ。寿司食えよみたいな。ちょっと苦手なんだよね。でも本当に今旦那さんに出会ってから甘党になったかもマジで。甘党までいかないか。甘いの中でも甘すぎるのは無理だけど、やっぱりバスクチーズケーキとかデザートっていうものを食べるような機会が増えたかも。バスクチーズケーキ好きでしょ。ニューヨークチーズケーキ好きでしょ。チョコタルト好きでしょ。生クリームは嫌いなんだけど。ゲットレディービズミって思ったけど会社で雑談メイクになっちゃった。うるさい。どんな感じで可愛い。だって同じこと言おうとした今。やっぱなんか持ってんのに買いたくなるよね。でもヨネちゃん持ってる？ダリッチの人持ってないです。あ、それで一応会社で飲んでる？そうですそうです。でもさ仕事中はさマストハブアイテムじゃないこれ？マストハブアイテムで家もこれです私。分かる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 。ちっちゃいコップで飲むの嫌だよね。陣痛の話。斉藤咲の YouTube で陣痛の話なかなか出てこない。うちの旦那さんすっごい丁寧に測りそう。ストップウォッチとかで測れそう。切れそう私。絶対ヨネちゃんさっきは妊娠したとか言ってたら泣くでしょ。やばいです。婚約しましたみたいな、プロポーズされましたの時に泣いてて、なんで泣くんだろうこの人と思ったもんなんかさっきがさ仮にもうなんか結婚したいのに結婚してくれないみたいな願望があってよかったですねみたいな感じとかだったら分かるんだけど、結婚の何も考えてなかったのにいきなりプロポーズされて、てかまあプロポーズされたタイミングもさもしかしてプロポーズされてるみたいなぐらいの夢の中というか超サプライズでしたもんね。いろいろかなりね今みたいな元気なんだけどね体じゃない気持ちは。ストレスとやっぱり不健康か。だいぶ結構不健康クイーンナンバーワンとかちょっと想像しがたい生活をしてるかもしれない。多分本当身近にあんまりいないから想像もつかないと思う。大変とかそういう話じゃなくてブランドプロデューサーとかそういうのをやりたいって思う女の子多分たくさんいると思うけど、本当に大変だから覚悟してキラ
キラしてて大変なのかもしれないけど、結構自由に好きなことやれてていいですねみたいな結構言われるんだけど、まあ確かに自由な好きなことやれることはありがたいけど、それの反動で犠牲にしてるものがあまりにも多すぎて、なんかその犠牲にしなきゃいけないものを仕事のために犠牲にするわけじゃん。犠牲にするラインナップがみんなが犠牲にきっとしたくないであろう女の子だね。男性だったらまだ犠牲にしやすいかもしれないけど、女性は犠牲にしたくないだろうなみたいなラインナップが多いから、みんなが思ってるほど甘くないって言葉じゃないんだけど、なんていうの、難しい小遣い稼ぎ程度の趣味程度な感じでやる分には全然別に楽しいの方が勝ると思うし、いいことばっかだと思うんだけど、本当に継続させて高みを目指していこうとするとなかなか難しいものであるよね。何を幸せの基準とするかだけど、なんかさせたくないもん、自分の娘とかに。自分の子供が自分でじゃあ起業したいですとか、ブランドプロデューサーになりたいとか、芸能人になりたいとかもそうかな。自分が表に出ながら引っ張っていくとか、何かをしなきゃいけない仕事はあまりおすすめしないかも。自分だったらちょっと胸が痛くなってきた。それを自分の大切な子がするってなるとちょっと嫌かも。でも目の腫れ収まってきたよね、こっちね。むしろいい感じになってきたよね。涙がもう止まらなくて、昨日若い時みたいにさ、感情的にさエモーショナルな感じでって泣くことってもう大人になってくるとなくなるのよ。30代超えてくるとあると思うけど、みんなだから私ゆうすけさんの昨日の朝礼の言葉ってすごいいい言葉だなと思って、トーンを上げて年齢を重ねていくとちっちゃく収まっちゃうというか、自分が今までは結構言いたいことも言ってて活発的に行動してたけど、ちっちゃく収まっちゃってたみたいな。年々なんかこの感情をコントロールするのが上手になってきちゃって、向き合い方が上手になってるから、感情を外に出す時に「はーん!」ってならないの。だからなんか寝ながらゆっくり気づいたらなんか垂れてるみたいな、ボタボタボタみたいな、でも止まんないみたいな、でも真顔みたいな、その変な感じ。なんか大人になって感情を出すって大変なことなんだなみたいな。この人こうだから、何も言わないでスルースキルこっちがつけようとか、黙っとこうみたいなとかあるじゃん。回避の仕方をなんかちょっとそこら辺だけ賢くなりすぎちゃって気持ちに蓋をしてしまっている人たちはたくさんこの世の中にいっぱいいると思うので、自分勝手にやっぱいつ死ぬか分かんないじゃん。最近思うんだよね、マジいつ死ぬか分かんないよね。なんか思いつかない言葉じゃない。トーンを上げて、そういう言葉好き。トーンを上げていこう。唇ものトーンも上げていきたい。ピーチブリーズ202ヘラ、これも見つけてきた。オレンジだ。いいか、オレンジだ。まあ馴染んだら一緒じゃない。完成したメイク。涙袋が足りない。ゆうちゃんどうする？友達で私プロデューサーになろうかなみたいな。お前にはできねえって言います。どの友達かも分かんないの。いや本当にそれはさきさんを見てるからですし、させたくないよね。でも大切な人に自己犠牲心が少ない人、鈍い人じゃないと多分できないと思うから。ブランドプロデューサーはいろんな形があるから別に働き方次第だけど、会社自分でやるとかってリーダーが向いてる人とかもそうだし、別に学生の中でのそういうのもそうだけど、やっぱ自己犠牲心が鈍い人じゃないとできないんだって。自分じゃなくてそこにいかに犠牲を払えるかみたいな。自分の時間を夢のためにいかに犠牲にできるか、費やせるかがやっぱり結構大事。量も大事だし質も大事だし、でも結局量をこなさないと質は語れないじゃん。普通の人が100やってることを1000やるわけだって絶対に当てたいから。自分が天才なわけじゃないから100を1000以上やらなきゃいけなくて、1000以上やった中で質っていうのが、多分上がってくるから、100やってる人に質は語れないわけよ。それをするにはさ、やっぱ犠牲にしなきゃいけないものたくさんあるじゃん。そこの自己犠牲心、なんか自分の自己愛が高そうに見えて自己愛が低いみたいな。自分のこと好きなんだけど大切にしてるかって言ったら大切にはしてない。男性側が経営者の人で家にで大変そう苦しい姿をよく見るんですけど、どういう声のかけ方をしてあげたらいいですかみたいな、どういう風にされたら嬉しいですかみたいなのをよく聞かれるんだけど、なんか大変で病んでるんだけど大丈夫とか頑張ってとか辛いねとか言われたいわけではないみたいな。なんかその大変なのは当たり前だから、そっとしとくのが一番みたいな。変に大丈夫みたいなのは多分逆効果な気がする。そう超言葉悪いと悪いけど分かんねえじゃんみたいな。分かる人には自分から話すと思うんだけど、分かんない言っても分かんないから話さないっていうところあるじゃん。結構友達同士でもない、自分のさ仕事の話でさ通じる人とかには仕事の話とかなんか嫌なことあったら言うかもしれないけど、マジで仕事の話一回もしたことなくて自分の仕事理解してない人に「てかこういうことあってさ」とか言わないでしょ絶対。1から100言うのめんどくさいもんね。そ
帰ってくる言葉も別に望んでないです、はい、という感じでクソ雑談してたらメイクが完成しました。ちょっと今から SNS を取りに行かなきゃいけないので、ちょっとウィッグをかぶってこようと思いますので、またつけます。じゃじゃーん、カツラじゃないわウィッグか、カツラをかぶってみました。本日はさすがにこのニット帽とか帽子がないと、あと横とか向くと、あと後ろとか見ると、ちょっと今、適当につけたんで後ろ刈り上げられてる人みたいな感じで、ちょっとボルデモート教みたいになっちゃうんですけど、結構いい感じじゃない？自然だよね。ボブに戻りました。セレブ立ち上げた時ぐらいこのぐらいだったよね。でも私こんな伸びてる、私だって地毛。ボブ得意なんですよ私、自分で言うのもなんですけど。ボブ歴長いんでやっぱ顔短く見えるくない？ボブの方が。いかがでしょうか。今日のメイクはちょっと雑談メイクだったんであれなんですけど、家にあった使ってなかったコスメを使ってみました。ちょっと赤っぽほってりメイクです。ハイライトもね、固形じゃなくてちょっとクリーミーなやつ使ってたりとか、柏木由紀さんの U ピンクのやつめっちゃおすすめです。シャドウもシャネルのやつ久しぶりに使って、まつげはなんかでバズってたやつ、アイラッシュ、チュルンとしたお人形さんアイナンバー201ピュアドール忠実コンセプトにという感じで、これから SNS の写真を撮りに行ってきたいと思います。本日はこのようなオフショルを着ております。感じで行ってきます。